こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和7年2025年4月から新しく作られます出生後休業支援給付金について解説をしていきたいと思います。こちらはですね、よく手取り10割給付というふうに表現をされるものではあります。そして、父、母、両方が一定期間育児のお休みを取った場合に上乗せで支給される給付金という形になっておりますが、非常に手続きが複雑で注意が必要というふうに感じております。少子化対策、そしてワークライフバランスの対策として、育児に関する部分の給付、そして男性育休の促進を考えて、様々な給付制度が設けられておりますが、少しずつ変わっていく中で非常に複雑になって、いくつも給付金制度があって、非常に分かりづらいといったところではあるので、個人的にはもう少しまとめてもらえると助かるなというところはあるんですが、今回、新しく作られました出生後休業支援給付金について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは育児休業の取得状況について見ていきたいと思います。その上でですね、出生後休業支援給付金というのが新しく創設されましたけれど、そちらの定義と概要について、そしてこの出生後休業支援給付金、ご自身とその配偶者それぞれに関わってくる内容になってきます。したがって今まではご自身のことだけで申請すればよかったんですが、もう相方、配偶者の方についての状況も確認をしなければいけなくなってくるといった状況で、少し複雑な形になってきます。そしてこの出生後休業支援給付金、様々な、申請できない要件という状況が出てきますので、その場合の例外的な取り扱いというのも設けられております。そしてこの支援給付金の支給と申請の手続き内容について、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは育児休業の取得状況ですけれど、女性についてはですね、もう依然 80% を超える状況で推移をしているといった状況で、直近でいきますと 84.1% という形になっております。一方ですね、男性の育児休業の取得率につきましては、低迷をしていた状況ではありますけれど、今急激に取得率が伸びてきている。そして直近はですね、30.1% という形になっておりますが、2025年において政府は取得率 50% を目標としているので、まだまだ開きがあるといった状況。近年大きく伸びている状況としては、2022年ですね、令和4年の10月に、産後パパ育休と言われるものが創設をされた関係で、非常に伸びてきているといった状況ではあります。この男性育休の取得状況ですけれど、取得率伸びているとともにですね、取得期間の長期化というのも進んでいるといった形で、1ヶ月から3ヶ月未満だった方がですね、2018年には 11.9% だったのが、2023年度においては 28% まで伸びている。育児休業の取得期間が伸びていると。また、一方で2週間未満の方というのが、2018年度においては 70% だったんですけれど、2023年度においては 40%、という形で2週間未満で取る方が非常に減ってきているといった状況で、男性の育児休業の取得が増えている。なおかつ長期化をしているといった状況になっております。そんな中でですね、2025年4月から出生後休業支援給付金というのが新しく創設されました。こちらはどういったものかというと、一定の要件を満たす場合は、出生時育児休業給付金。こちらは通称産後パパ育休と言われるものですが、これに加えて上乗せをして出生後休業支援給付金が支給をされるという形。少し名称が分かりづらいといったところもあるんですが、このような形で男性に関しては出生時育児休業給付金に上乗せをして出生後休業支援給付金が支給をされるという形になっております。
この概要ですけれど、産後パパ育休を通算して14日以上取得をした場合の被保険者、父に対して、そしてもう一つの要件としては、被保険者、父の配偶者、母の方が産後パパ育休期間に通算をして14日以上の育児休業を取得をしていることという形になります。この産後パパ育休期間というのは産後8週が原則になっております。そしてですね、この要件の2番目ですね、産後パパ育休期間に通算して14日以上の育児休業を取得するといったところ、この配偶者、母の方ですけれど、これが満たせないケースも出てくるといったところで、配偶者が14日以上の育休を取得できない状況に関しては、例外的な取り扱いというのが設けられております。この配偶者、母の育児休業が不要な場合というのがあります。全部で6つですね、設けられておりまして、要件としては、配偶者がいない場合ですね、いないというのは行方不明などの場合も含むという形。そして、配偶者が被保険者の子供との法律上の親子関係がない場合ですとか、被保険者が配偶者から暴力等を受けていて別居している場合、または配偶者が無業者の場合、そして配偶者が自営業、フリーランスなど雇用されている労働者ではない場合、また、配偶者が産後休業中の場合、こういった場合が考えられるということで、これらの場合につきましては、先ほどの2つ目の要件は満たさなくても OK という形になっておりますが、その代わりに提出する書類というのが出てきます。例えば、戸籍謄本ですとか、住民票、もしくは行方不明などの場合だと、欠勤の事業主の証明ですとか、あとは、罹災証明書、そういったものが必要になってくる。また、配偶者の暴力によっての別居などの場合は、配偶者からの暴力についての証明書ですとか、あとはフリーランスなどの場合は、配偶者の課税証明書、そういったものを合わせて添付をして提出することで、支給を認めるという形になっております。では、支給額につきましては、どのような形になるのかというと、この給付金につきましては、休業開始時の賃金日額に、休業期間の日数、上限は28日になりますけれど、その 13% を支給をするという形になります。そしてですね、同時に支給をしていることになりますけれど、出生時育児休業給付金、こちらもですね、休業開始賃金の日額に休業日数、上限28日、こちらは通常通りの 67% になりますので、これに上乗せをして 13% という形で合計 80% という形で支給額が決まるという形。ただですね、休業の期間中に賃金の支払いがある場合は注意をしてください。支払われた賃金の額がですね、休業開始賃金日額に休業の日数をかけた金額の 13% 以下の場合、13% を超えて 80% 未満の場合、80% を超える場合といった場合、それぞれですね、場合によっては給付制限というのがかかってきますので、ご自身のもらっている賃金があるかどうかも確認をしてほしいと思います。そして申請手続きですけれど、申請の開始については、子供の生まれた日から8週を経過をした翌日が原則になりますけれど、ただしですね、出生時育児休業の取得が28日だった場合は、28日が終わったその翌日から、そして2回分割で取得をしている場合は、2回終了日の翌日からといった形で、その支給開始日から2ヶ月以内の月末、までに支給申請をしなければいけないという形になっております。男性の場合はこのような形になっておりますけれど、女性の場合はですね、支給のタイミングが少しずれるという形になりまして、通常女性の場合、産後8週は出産手当金の支給対象、こちらは健康保険の対象になってきますけれど、これが終わってから女性の場合は育児休業が入りますので、
その育児休業がスタートして、通常は支給単位、2つの単位、2ヶ月分をまとめて支給申請すると思いますので、育児休業始まってから2ヶ月経ってから合わせて申請という形になりますので、少し支給申請のタイミングがずれてくる。そして今回の給付金につきましては、配偶者の方の状況も確認をしなければいけないので、申請時にですね、配偶者の方の雇用保険番号もある場合には一緒に記載をする必要が出てくるという形で、やはりもらい忘れに注意が必要かと思います。そして最後に注意点とまとめです。育児休業の延長の厳格化も始まっております。保育所等への申込書の写しも今後必要になってきます。またさらにですね、新たに延長の認定申請書というのも、記載をする必要がありますので、こちらの準備も必要かと思います。また、これからですね、別の動画でもご紹介をしていきますけれど、育児時短就業給付金というのも2025年4月から創設されております。こちらは2歳未満の子供を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、隔月賃金の 10% を支給をするというものになっております。こちらもですね、今後、支給申請出てくるかと思いますので、こちらのチェックも忘れずに行ってください。男性の育休もですね、取得率の向上、そして長期化が進んでおります。それによって業務に支障が出てくる可能性が出てきますので、業務の分掌ですとか、業務の引き継ぎ体制の整備も進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。